皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今回も鬼滅の刃遊郭編第7話8話についてお話ししながら日本語を紹介していきたいと思います。はい、今回は結構バトルがメインだったんですけど、すごい迫力でした。7話も8話もね。はい、まあ早速始めていきましょう。それではスタート。まず第7話なんですけれども、タイトルは変貌。はい、変貌しましたね。でもみんな変貌してるね。炭治郎とか禰豆子とかなんかみんな変貌していましたけれども、はい、詳しくは後ほどお話ししましょう。はい、でね、禰豆子がちょっと暴走してしまってね、なんか楽しそうにね、とても暴力的なシーンになっておりましたけど、はい、強いけどね、ちょっと怖いかな。あれ可愛い禰豆子ちゃんはどこっていう感じでしたけれども、はい、で天元様がねやっと来てくれて、ダキに向かってうるせえな、お前に話してねえよ、うせろって言います。はい、でこの「うせろ」ってよくアニメでよく使われてるんですけど、日常生活で聞いたことはありません。はい、うせろっていうのは消えろとかいなくなれっていうすごくなんていうの、暴力的な言葉なので、アニメでしか聞かないんですけど、よくアニメでは言いますね。はい、有名なシーンといえばワンピースの第4話でシャンクスがルフィを助けた時に「うせろ」って言いますよね。知ってる？ワンピース好きな人だったらわかるかな。はい、うせろといえばシャンクスって感じですね。はい、で、ダッキは知らないうちに天元様に首を切られてましたね。いや、全然気づかなかったよね。マジシャンかよと思いましたね、天元様。はい、でそしてね、禰豆子はね、子守歌を歌って、元の可愛い禰豆子に戻りましたけど、炭治郎のお母さんめちゃくちゃ歌うまくて、そこに私はびっくりしました。はい、でダッキは、私はまだ負けてないって叫んでるんですけど、それに対して天元様が「負けてるだろう、一目瞭然に」と言いました。はい、天元様って一目瞭然に負けてるだろうって普通は言うんですけど、反対にしてよく言うんですよね。なんか話し方ちょっと独特ですね、天元様。はい、でこの一目瞭然は日本の四字熟語です。はい、四字熟語ってかなりレベルが高いのであまり知らない方多いと思うんですけど、この一目瞭然っていうのは結構日常会話でも使われる言葉なので覚えておくといいと思います。はい、意味は一度見ればはっきりと分かる、すぐに分かるという意味になります。はい、で例えばコロナが世界中で増えていることはグラフを見れば一目瞭然だとかね、グラフを見たらすぐに分かるっていうことですね。この一目瞭然っていうのは、使いやすいですし、その日本語の会話をちょっとレベルアップさせてくれると思うので、こういう四字熟語って日本語のレベルをアップさせたい方はぜひ使ってみてくださいね。で、ダッキがね大泣きするんですよね。可愛かった。ダッキ好きだからさ、なんか子供なんだね、ダッキは結局。で待ってましたよ。はい、お兄ちゃんの登場ですね。お兄ちゃんって叫んだ時のね衝撃はね忘れないですね。はい、お兄ちゃんいるんかーいってなったよね。はい、で牛太郎出てきましたね。私はね彼も大好きで、牛太郎ちょっとね気持ち悪いんだけど、でもねお兄ちゃんっていうのがやっぱいいんだよね、牛太郎って。牛太郎だけだったら結構キモいキャラだったんだけど、ダキを守るお兄ちゃんっていうのはやっぱこう嫌いになれないキャラクター設定、優しいんだよね。で2人の関係がもうすごく私は好きです。でしかも天元様にねいいなぁいいなぁってめっちゃ言ってますけど、
これ善逸と一緒だよねあれ善逸と一緒じゃないと思って、だから善逸が鬼になったらね、牛太郎みたいになるのかなって思うんですけど、はい。で、牛太郎がやられた分は必ず取り立てるって言いました。はい。アニメ見た方はわかると思うんですけど、この牛太郎、取り立てるって言葉をすごく使うんですね。はい。で、どういう意味かというと、取り立てるはいろいろな意味があるんですけど、主にお金、借金とか税金を取る時に取り立てるって使います。だからあんまりね、いい意味ではない。はい。例えば取り立て屋って言われる仕事があるんですけど、取り立て屋っていうのは借金を取りに行く、ちょっと悪い人たちのことですね。はい。でも今回はね、別にお金を取られてるわけじゃないんだけど、やられた分は、その同じ通りに、仕返しをしてやるってことですよね。覚えておくといいと思います。これからよく出てきます。はい。はい。そして第8話に行きます。ね。タイトルは集結でした。みんな集まりましたっていうことです。はい。みんな集まったね、確かに。でね、このね、第8話は、ストーリーよりもアニメーションが綺麗すぎて、なんかもう話が入ってこなかった、たまに。わあ、綺麗みたいな感じ。アクションシーンもね、本当になんかジェットコースターに乗ってるかのように、すごいドラマチックで、本当に鬼滅はね、お金がかかってる。すごいよ、もうアニメの全ての技術を費やしてる感じがね、素晴らしい。はい。で、天元様のね、過去のシーンになるんですけど、私すごいんでちょっと不思議に思うのが、柱の人たちだけ異常に親方様への忠誠心が高いんだよね。もちろん柱は会議があったりしてるから、親方様と接する期間がすごく人より多いと思うんだけど、だって伊之助とか善逸とか炭治郎とか親方様を知らない誰みたいな感じのレベルじゃない。でも柱はもうマジでみんななんかもう神のように接してるよねっていうのはちょっとなんか異常だなってちょっと思ってるけど、ストーリー的にはねしょうがないなと思うんですけどね。なんか思いました。はい。で、天元様は牛太郎のね毒をもらってしまいました。で、天元様は毒回っているぐらいの足かせがあってトントンなんだよと言いました。はい。これ意味わかんなかった方いっぱいいると思うんですけど、まず足かせっていうのはこれですね。足についてる重いもの、これね。はい。で、邪魔になるもの、負担になるものっていう意味で今回使っていますね。足かせ。はい。で、トントンだっていうのは、同じぐらいだという意味になります。トントンだ。以前のエピソードでどっこいどっこいという言葉が出てきたのを覚えてますか？はい。どっこいどっこいっていうのは同じように同じレベルだという意味なんですけど、どっちかというとどっこいどっこいは低いレベルをこう比べてる感じでもトントンっていうのはそういう低いレベルとか高いレベルとか関係なく言う言い方になります。どっちも使うかな。使うと思いますね。はい。なのでこの意味は毒をもらったくらいがその牛太郎たちとの同じレベルになるっていう意味ですね。はい。で、首を同時に切る必要がある。難しい。はい。そして善逸のね雷の呼吸、天元様の音の呼吸、牛太郎の血気術が美しすぎた。特に血気術が美しすぎた。どうなってんのあれどういうことみたいな。どういう技術を使ってんのかな。あと善逸はねマジでそろそろ起きてほしい。もう無理があるよ、寝てんのは。おかしすぎるもん。もうそろそろ起きなって思う。はい。で、伊之助はねかわいい。はい。伊之助もかわいいね。相変わらずもうなんか一人だけ空気読めなくてね。もう派手にを使ってね真似しちゃってるところがもう可愛らしいですね。はい。
で、炭治郎はねちょっと精神的に弱いですっていうフィードバックを送りたいと思います。はい、炭治郎はまだちょっと精神的に弱い部分がね、はい、頑張りましょうっていうことですね。はい、頑張れ主人公。はい、そんな感じで次回はどうなるかな。首を同時に切らなきゃいけないからね、はい、難しそうね。どうするか。はい、そんな感じで、皆さんこのエピソードを見た感想とか質問があればぜひコメントお待ちしております。はい、それではまた次回。さようなら。